本日の匠でございます。大西理恵さんでございます。よろしくお願いします。スイッチョンの匠にスイッチョン。さあ今日はですね、京都の下京区に来ておりましてですね、京センスの匠をご紹介したいと思います。ちょうど時期的にね、センスをね使われる方も多いと思うんですけども、そんなところでたっぷりとご紹介します。スイちゃん、前回匠怖かったですけど、今日は大丈夫ですかね。今日は大丈夫ちゃいますかね。ちょっとその辺もドキドキするんですけどもね、ご紹介するのはこちら大西常商店さんでございます。今日はもう全然やっぱり違います。大丈夫、今日の匠はご紹介しましょう。僕はあんま入りたくないです。いや大丈夫です。もう待ってくれてあります。怖くないですか。これ全然怖くない。今素敵な笑顔でね待ってくれてありますんで行きましょう。はい、よろしくお願いします。本日の匠でございます。大西理恵さんでございます。よろしくお願いします。このチャンネル初めての、女性の匠でございます。前回ちょっと僕らもドキドキすることがあったんで、今日は非常になんか心を落ち着けていけるかなと思いますけども、京センスの匠というふうに伺ってきたんですけども、師匠は作らはるんですか、センスを。私はね、作らないです。作らない。じゃあどういうことしてありますの？全体的なディレクションみたいな仕事をしてるんですけれども、基本的に京センスって分業制になっていて、それぞれの工程に職人さんがいて、でその職人さんにじゃあいついつまでにこの商品を仕上げてくださいねって一人一人言っていって、最終的な納期に間に合わせてお客さんのところに品質を確保して納品するというのが私の仕事です。プロデューサー的な感じなんですね。そうですね。こういう風なポジションは昔からずっとあるわけですよ。そうですね。こういう人がいないと多分センスってもう作れないので。ほんでそうやって仕上がったのがここにあるセンスたちですね。これでもどんな方々が工程普通にやっぱり青木用で工程がはるんですか？そうですね。こういうふうなのは青木用ですけれども、普通に普段使いするような青木用ですな。ほんでこちらは飾りセンスみたいなものだったりとか、マイセンスって言われるような日本舞踊をする時のセンスだったりとか。師匠はそういう舞とかしはるんですか？お稽古は上でやってはるんですけど、私はまだ水上できますもんね。僕はもうもちろんできません。脳できるじゃないですか。もうだってこんなんでしょ。めちゃめちゃ弾いてるじゃないですか。なんでこんな弾かすんですか。歌ってたから。高砂親をこの間。一番最初に習いた。うちの子供が今高砂親練習してます。あら。もうだから子供さんがやるレベルをこの間はね。いやでも一番最初にやるなんて。そうですよね。師匠あれね、その工程っていうのは具体的にどんな感じの工程なんですか？そうですね。大体分かれるのが3つ。竹を作る工程と紙を作る工程。それを合わす工程のこの3段階。一番最初は竹を切るところから始まるんですけど、竹はちょっと今ないので、ちょっと竹工程が終わったもの、こんな感じのね終わってと、これが紙の工程が終わった。おお。この折り目自体は紙工程でこういう洗面紙があるんですけれども、実は3層に分かれていて、3枚をくっつけて1枚にしてるんです。それは何の意味があるんですか？それはですね、センスをですね、ここに刺さないといけないので、入れて骨組みをこう入れていかないとあかんから。こういうところに息を吹き入れて、吹き入れると穴ができるんです。で、この穴に骨に糊をつけてこう差し込んでいく。これでも結構難しいですよね。めっちゃ難しいですね。やっぱりだから本当にこの職人さんのやってる職人技っていう。そうですね。本当にこうやって拭いてやってるので。でもこうやってフッフってもできるんですね。あんまりうまくない。いやあんまりうまくない。もう。でも本当にやろうと思う。やってみます？やっていくだけなので。それちょっと今拭いて大丈夫ですか？ちょっと拭いてみますか？同じとこ拭かないでください。同じとこやめてください。みんな同じこと考え。同じとこ拭くのは分かってるよ。視聴者さん思ってましたよ。どうでしたっけ？すいません。今デレデレになってます。じゃあこの辺りで普通に拭くだけでいいですか？はい。空気を入れるみたいな。できました？いや全然ですね。でも開いてる。開いてます。そのこんな感じで。いや難しい。確かにすぐにできるもんじゃないですけどね。いやでもすごいお上手です。そうですか。褒められた。入れ方が。結構
これでもう体験終了。いや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 、あきません、まだもうちょっと足してもらわんとあかんからね。よー言うて。まだまだできません。まだまだできません。じゃあこの強センスいろいろありますけど、お値段っていうのはどれぐらいするんですか？あ、そうか。ちょっと僕じゃあ一番高いのとか当てていいですか？あ、いいですよ。こちら側で僕ちょっとセンスの良し悪し、あ、じゃあポイントだけちょっと聞いていいですか？ポイント言ったらね、なんかバーチャル分かりそう。あ、ほんならどれでいこうか。ほんならパッと言うた分からりやすいです、すごく。ほんまですか？あ、なるほどっていう。僕じゃあ僕のなんかインスピレーションで僕これかなと思いました。いかがですか？違います。違いますか？全然まさかそこに至れると思って。ほんまですか？一番なんか華やかで、はい柄なんかもすごくいっぱい細かく入っているので、そうかな思った。でもじゃあ味が違うということはあれと真逆。それで言うたらもう真逆で僕これします。うん、正解。この中でね。ちなみにこれじゃあほんなら何歩くらいするんやろな、3万円。そんなしない。そんなしない。これ8000円。ああ、おお、お手頃。違いで言うたらどういうところが違うんですか？ポイントで言うと。まず骨の数が全然。あ、骨の数が違う。でこっちの方が細かいですもんね。そうなんです。これ60本あると残る風の量が違うので、こっちちょっと仰いで見ていただくと。ああ、確かにこっちの方がようきます。8000円のちょっと高価な風が。でこれで言うとやっぱりパンチ弱いですね。そうですね。じゃあ師匠実際にじゃあ僕も強センスを使わせてもらいたいんですけども、体験させてもらっていいですか？なるほど。はい。せっかくやからね。せっかくだからね。はい。と言いたいとこなんですけど、結構素人の人ではできないことが、難しいことが多いんです。おお、ほなどないしましょうか。この後どないしよういう感じにみんなあたふたしますけども、あたふたしますけども、はい。今日はなんかちょっとセンスを作るんじゃなくて遊びたいなと。センスでお遊び？落ちてるこれ。落ちてるこれ。ご視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちら。チャンネル登録もよろしくお願いします。チャンネル登録スイッチオン。